今日は大きな穴模様のプルオーバーを作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。色はホワイト。40g で96メートル。使用界隈の目安は6号。これを今回10号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず四角形を2枚作ります。これが身ごろになります。前は鎖71、幅は67センチぐらい。後ろは鎖61、幅は55センチぐらい。で、この鎖の数で作ります。前の方が後ろよりも少し幅が広いんですが、これで作っていく方が綺麗に出来上がります。もしサイズの変更や違う糸で編む場合は、10の倍数プラス1で調節します。鎖編みをします。最初の糸端を少し長めに残しておきます。途中からスタートします。この鎖はかなりゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。私はここでは小さく作っていきます。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、細編み、次も、次も、このまま端まで細編みを続けます。端まで来ました。次は2段目。鎖3つ。裏返します。隣に長編み1つ。鎖4つ。1、2、3、4。足元2つ飛ばして3つ目に細編み。1、2、3。細編み。あと2つ。もう1つ。これで細編み3つ。また鎖4つ。1、2、3、4。足元2つ飛ばして3つ目に長編み。1、2、3。長編み。あと2つ長編み。これを繰り返します。鎖4つ。1、2、3、4。足元1、2、3。細編み。これで3つ。鎖4つ。足元1、2、3。あと2つ。また同じ鎖4つ。4、1、2、3。2、3。
鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、もう一つ端の細編み、2本の糸の下、ここに長編み、端は長編み2つ、次は3段目、鎖3つ、1、2、3、裏返します。で、まず隣に長編み、この長編みの上、次はこの鎖の下、ここに長編み2つ、1、2、こんな感じになります。ここは4つ、次は鎖2つ、1、2、細編み3つの真ん中に長々編み、長々編みは2回絡めて真ん中、糸を出して2本から引き抜きます。もう一度2本から引き抜いて、もう一度、これで長々編みができました。鎖2つ、また鎖の下、長編み2つ、でこれが花模様。次に長編み、これで長編み3つ、鎖1つで、1、2、1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖の下、こんな感じになります。同じように繰り返します。鎖2つ、真ん中に長々編み、1回2回、糸を出して2本ずつ、これで長々編み、鎖2つ、1、2、鎖の下、長編み2つ、1、2、で、隣、これで長編み3つ、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、長編み、鎖の下、これで3つ、また鎖1、2、長々編み、鎖1、2、鎖の下、長編みの上で、最後は鎖1、2、3、上が2本、下は1本、最後の長編み、これで長編みが4つになりました。次は4段目、鎖6個、1、2、3、4、5、6、裏返します。
足元の長編み、端から1、2、3、4つ目長編みをします。で、長編み1つ。次は鎖の下、ここは花びらになります。この鎖の下に長編み2つ。1、もう1つ。これで長編み3つ。鎖1つ。また鎖の下に2つ。で、次の長編み。ここにも長編み。これで長編み3つ。こんな感じになります。鎖2つ。1、2。で、長々編み。この真ん中の鎖の下、長々編みをします。鎖2つ。で、足元2つ飛ばして3つ目、長編みをします。で、花びら、鎖の下、鎖1つ、鎖の下、次は長編みの上、この長編みの上、こんな模様になっています。ここに花びらができています。また鎖2つ、長々編み、1、2、1、2、3、で、2つ、鎖1つ、次の長編みの上、鎖2つ、1、2、最後のこの長編みの上に長々編み、これで端に長々編みができました。これが花びらになります。次は5段目、鎖1つ、裏返します。鎖の根元に細編み、次は鎖の下、ここに細編み1つ、これで細編み2つ、次は鎖4つ、1、2、3、4、この長編み3つと3つの間に長編みをします。こことこことここ、まず足元1、2、3、長編み、次は鎖の下、次は1つ目、こんな感じになります。鎖4つ、1、2、3、4で、この長々編みの前後、それと真ん中、こことこことここに細編み、
まず鎖の下、細編み1つ、次は長々編みの上、2本の糸の下、細編み、次は鎖の下、これで細編み3つ、花びらになります。鎖4つで、また間に3つ、また鎖4つ、細編み1つ目、2つ目、3つ目、鎖4つで、間で、鎖4つ、1、2、3、4で、まず鎖の下で、最後は鎖の1、2、3、4、4つ目に細編み、これで細編み2つ、こんな感じになっています。次は6段目、鎖6個、4、5、6、裏返します。下の花びら、鎖の下に長編み2つ、まず1つ目、2つ目、隣に長編み、これで3つ、鎖1つ、またこことこことここ、1つ飛ばして2つ目、鎖の下、鎖2つ、1、2、細編み3つの真ん中に長々編み、1、2、長々編み、鎖2つで、また長編み3つ、鎖1つ、またこことこことここ、こんな感じになっています。また同じ鎖2つ、長々編み、1、2、こことこことここ、鎖、鎖2つ、1、2、この細編み2つの
この端の2つ目、長々編み、これで端まで花模様ができました。次からは簡単です。鎖3つ裏返します。で、鎖の下に長編み2つ。まず1つ目、2つ目、3つ目はこの長編みの上、これで4つ、こんな感じになります。次は鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、1、2、長編みを3つにします。こことこことここ。これで3つ。鎖1つ。足元1つ飛ばして2つ目。また3つにします。これで3つ。鎖1つ。1つ飛ばして2つ目。これで3つ。鎖1つ。1、2、このまま長編み3つ編んで端まで編んでいきます。端まで来ました。今長編み3つ編んだところ、また鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目。次は鎖の下、1つ目、2つ目、最後は鎖の1、2、3、4、4つ目に長編み、次は鎖3つ、裏返します。隣に長編み、これで2つ、さっきは4つ、ここから鎖1つ、また長編み3つを作っていきます。1、2、間、で3つ、鎖1つ、1、2、これで3つ。これを繰り返していきます。この端の長編みは4つと2つを交互に繰り返すことになります。そうすると自然に長編み3つができています。これをしばらく編んでいきます。前身ごろを28段編んできました。長さは51センチ。最後は長編み2つで終わっています。この長さで大丈夫だったら最後に細編みを1段。この長さはお好みでもっと長くしても大丈夫です。
最後の細編み1段、細編みをします。鎖1つ裏返して根元に細編み、隣に細編み、鎖の下にかぎ針を入れて細編み、次また長編みの上、鎖の下、長編みの上、鎖の下、また一つずつ、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで細編みをしてきました。最後の糸端を少し長めに残して切っています。次は表と裏を確認します。最初の細編みを見て、この最初の細編みが表の方が表、こっちは裏、こっちが表。次は肩を縫い合わせます。肩を縫い合わせるときには内側を表にします。なのでこっちを裏返して、これは前身ごろ、後ろ身ごろ、内側を表にしました。で、端から揃えます。そうすると前の方が広いので少し余裕ができます。で、襟ぐりを作りたい位置にマーカーをつけます。次は襟ぐりを作りたい位置にマーカーをつけます。これは実際に頭を通してみて好みの長さにします。私はこの端から約22センチ、こっちも同じ22センチ。模様の数を数えると、この長編み3つが1、2、3、4、5、6、端から6個目で真ん中の長編みにマーカーをつけました。こっちも同じ。この長編み3つが1、2、3、4、5、6、6の真ん中でマーカーをつけました。これはお好みの幅にします。で、今裏が上の状態で針で縫い合わせます。角と角を縫い合わせます。こっちの角はこの糸端の出ているところ、向こうはこの端の細編みのこの2本の糸の下、こことここを合わせます。まずこのまま向こう、手前に戻ります。手前の2本の糸の下、向こうは同じところ、これでつながりました。次から一つずつ合わせていきます。まず手前の2本の糸の下、向こう、次、このままマーカーをつけたところまで縫い合わせていきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところでは2回針を通します。もう一度同じところでしっかりとさせます。あとはこの糸がほどけないように隠します。
もう片方も同じように縫い合わせます。次は脇を縫い合わせます。袖ぐりを作りたい位置にマーカーをつけます。肩からだいたい20センチ、これぐらいの位置にマーカーをつけます。模様がずれていないか確認しながら、裾からマーカーのところまで縫っていきます。ここが袖、こっちは肩の方。今裏が上になっています。角と角、手前から糸が出ています。このまま向こうの角はこの細編みの2本の糸の下、ここに手前から向こうで手前に戻ります。この2本の糸の下、向こうは同じところ、これでつながりました。次は細編みと細編み、次は長編み2回ぐらい、次も2回ぐらい、だいたいで大丈夫です。で、次は長々編みと鎖4つ、ここは3回ぐらい、次は細編み、こことここで、また鎖4つと長編み、これでつながりました。また長編みには2回ぐらい、模様がずれないようにマーカーのところまで縫い合わせます。マーカーのところまで来ました。また2回ぐらいしっかりとさせます。あとはさっきと同じようにほどけないように糸端を隠します。次は袖ぐりの縁を編んでいきます。スタートするのはこの縫い合わせた糸の両脇、この糸の両脇からスタートします。まずこっち、糸を出して、同じところ糸を出して鎖1つで、同じところから糸を出します。で、隣、この3本を一度に引き抜きます。これが1つ目の細編み、マーカーをつけておきます。で、次はここに長編み、この長編みに細編み1つ、次は長編みに2つ、次も2つ、次も2つ、
と細編みを編んでいきます。1、2、1、2、1、2、肩を縫い合わせたところまで来ました。ここにも細編み、ここにも細編みと編んでいきます。また2つ2つと編んでいきます。このまま一周してスタートしたところの手前まで編んでいきます。一周してきました。最後の長編みに細編み1つ、最後はとじ針で始末します。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに切って最後の細編みから糸を抜きます。1つ目の細編みの2本の糸の下、手前から向こう、これが最後の細編み。最後の細編みの上からで裏に出します。これを整えます。あとは裏でほどけないように隠します。最後は裾を編んでいきます。最後に裾に細編みをしていきます。最初に細編みをしているので全部一つに一つずつ細編みをしていきます。今表が上になっています。で、ここは縫い合わせたところ、ここぐらいからスタートします。糸を出して鎖1つ、根元に細編み、細編み、これが1つ目。次も全部一つに一つの細編みをしていきます。このまま一周します。最後はさっきと同じ針で始末します。これで出来上がりました。とても可愛いプルオーバーになっています。裾はこんな感じで綺麗な模様になっています。袖はちょっとだけ短く作っています。着た時にはこんな感じで肩の部分で下がってとても可愛いシルエットになります。全体的に幅が広くてすっきりとしたイメージで着ることができます。襟ぐりは広くてシンプルで首元が綺麗に見えます。サイズは上から下まで54、横幅61、袖ぐりは20センチ、襟ぐりは72センチ、使った糸の重さは200グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。